真面目なだけではなぜ評価されないのか、その答えはプロとしての覚悟が問われているからです。このシリーズは全3回にわたり、真のプロフェッショナルになるための思考法を解説します。今回はその第1話として、キャリアを停滞させる真面目さの罠を乗り越える3つの原則を、多忙な方でも5分で要点がつかめるように解説します。日々一生懸命に働き、ルールもしっかり守っている。にもかかわらず、なぜか評価が伴わず、キャリアが伸び悩んでしまう。その根本原因は、現代のビジネス環境において、単なる勤勉さだけでは価値が生まれにくくなっている点にあります。真のプロフェッショナルは、ある種の覚悟に基づいた戦略的な行動をとることで、他者との差別化を図っているのです。では、最初のポイントです。吐き気を催すほどの規律。これは、プロとして揺るぎない自信を築くための内面的な土台に関する話です。この哲学の出資とは、伝説的なサッカー指導者、イビチャ・オシム氏の言葉です。彼は2003年、当時 J リーグで低迷していたジェフユナイテッド市原の監督に就任した人物です。このエピソードは、木村幸彦氏の著書、オシムの言葉、フィールドの向こうに人生が見えるに詳しく書かれています。オシム監督は、就任するとすぐに、選手たちに、それはもう極めて過酷な練習を課しました。毎日、午前と午後に2時間ずつ、ひたすら走り込みを中心とした猛練習です。選手たちからは、吐き気がするほどきついと悲鳴が上がるほどで、当然最初は強い不満と抵抗が生まれました。これこそが、ここで言う吐き気を催すほどの規律。つまり、常識的な限界を自ら超えて、強力な反復練習を繰り返すことで、決して揺らぐことのない自信と技術を築き上げる、そのプロセスのことを指します。選手たちの不満に対して、オシム監督の答えはただ一つ。君たちはプロだ。休むのはオフシーズンでいい。非常に明確でした。ご覧の通り、単に与えられたタスクをこなすだけの普通の努力と、基礎を徹底的に反復し、過酷な練習を自ら受け入れるプロの規律との間には決定的な差があるわけです。このある意味で残酷ともいえる規律こそが、チームを優勝争いのできる強豪へと変貌させたのです。並外れた結果というものは、並外れた時にはツーツーを伴うほどの覚悟からしか生まれないということです。さて、そのようにして培った内面的な規律を、今度はどうキャリアで生かしていけばいいのか。それが2つ目のポイント、泥の戦略的価値です。ここでは、その内内なる覚悟を具体的な外部への行動として適用する方法について解説していきます。この泥という概念は、尾藤勝行氏の著書、泥のかぶり方から来ています。ここでいう泥とは、つまり、組織の中で誰もが積極的に避けたがる、困難で厄介な仕事のことです。重要なのはここからです。これらの問題を単なる負担と考えるのではなく、自分の価値を証明するための絶好の機会だと捉え直す、その視点を持つことなのです。そして私たちが注目すべきは、得する泥です。例えば赤字部門の立て直しであるとか、大きなトラブルの後始末といった誰もが手をつけたがらないような課題、これがまさにそれに当たります。なぜこれが得するのか。それはあえてこの泥を率先して引き受けることで、あなたはマイナスの地点からスタートできるからです。これはほんの小さな成果であっても非常に目立ち高く評価されるということを意味します。つまり組織に対して戦力的に貸しを作ることができるわけです。このプロセスは、組織内での影響力を築く上で非常に強力な3つのステップからなります。ステップ1、困難な仕事を自ら進んで引き入れる。ステップ2、たとえ小さくても目に見える形で成果を出す。そしてステップ3、経営層からの信頼と価値を獲得する。ここで最も重要な原則は何かというと、一度泥をかぶると決めたからには一切の言い訳をせず徹底的にやり遂げるという覚悟です。では、最後の3つ目のポイントです。これは、これまで話してきた戦術をキャリア全体を貫く一つの哲学へと昇華させるための考え方。破壊ではなく構築の人生についてです。ここでもう一度オシム監督の言葉を引用します。家を建てるには長い時間がかかるが、壊すのは一瞬だ。彼はプロフェッショナルの姿勢を、何かを作り出す構築者と、ただ壊すだけの破壊者、この2つを対比させることで非常に力強いメタファーとして示しました。そしてこれは仕事だけでなく人生そのものにも通じると彼は語っています。どの組織にも他人の批判をしたり欠点ばかりを指摘したりする破壊者タイプの人はいるものです。なぜならその方が簡単だからです。しかし本当に価値があるのは、より困難ではあっても最終的に大きなものを生み出す構築者への道です。
吐き気を申すほどの規律で自分自身を鍛え上げ、戦略的に泥をかぶる仕事を引き受ける。そうして永続的な何かを作り出す。それこそが真のプロフェッショナルと言えるでしょう。それでは今回の解説の要点を3つにまとめます。真に不可欠なプロフェッショナルになるための3つの原則は全てつながっています。まず1つ目、自らの限界を超えることで本物の自信を手に入れる吐き気を申すほどの規律。2つ目、厄介な仕事を信頼と影響力を築く機会へと変える得する泥の戦略。そして3つ目、これら全てを価値を創造する構築者としての哲学へと高めていくこと。この3点です。では、明日からできる最初の一歩を提案します。あなたの職場で誰もが少し嫌がるような小さな泥を一つだけ見つけてみてください。そしてそれを自ら引き受けてみる。大切なのは、すぐに行動を起こして自分が責任を持つという姿勢を示すことです。さて、次回の第2話では、今回築いた信頼を今度は具体的な資産へと変えていくための信頼を資産に変える技術について、より実践的なフレームワークを解説します。シリーズ全3回を通じて理解を深めたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。このように複数のビジネス書から要点を抽出し、短時間で実践的な知識を身につけられる解説に興味がある方は、高評価もいただけますと幸いです。